どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この時期新生活を始められる方多いかと思いますので、今日は僕が一人暮らしの生活で実際に使ってみて買ってよかったな、使ってよかったなと思う無印良品のアイテムをまとめて20個紹介してみたいと思います。さらに今回紹介するのは全て無印良品のアプリで星4つ以上、実際 4.2 以上かな、評価の高いものだけを厳選して紹介しますので、ぜひこちらご覧いただいて新生活をアップデートしていただけたらと思います。では20個ありますので早速いってみましょう。まずはキッチンアイテムから紹介していきましょう。新生活で自炊を始められる方もね多いと思うので、こういった自炊に役立つアイテムいろいろ紹介していきます。まずはこちらですね。分解して洗えるキッチンバサミです。これねめちゃめちゃ切れ味が良くて、しかもこういう風に広げて外せば簡単にね分解して洗うことができるので、文字通り分解して洗えるキッチンバサミということで、お手入れもしやすいです。で食材を切るとき包丁でもいいんですけど、キッチンバサミね結構使えます。僕もね実際包丁を使わずにこればっか使ってますね。野菜とか肉とか魚なんか何でもね切れますし、これを使えばねまな板も不要で切ることができます。で今まで別のキッチンバサミを使っていたんですけど、こっちの方がね軽いし非常に扱いやすいので、これねかなり気に入っています。これ1700円ぐらいはするんですけども、刃物はね100均とかの本当に切れ味が良くないので、少し高くても切れ味がいいもの、こういったものをねおすすめします。はい、まずこちらの分解して洗えるキッチンバサミ、これおすすめです。であとキッチン系だとこちらですね。計量スプーンですけども、柄の長い計量スプーンというものです。これは大さじですね。その名の通り長いんですよね。19.5 センチありますので、深めの容器の底まで届いて非常にね使いやすいです。重さもねそれなりにあるので手に馴染みやすくてねちょうどいい重さです。でデザインもねシンプルでかっこいいですよね。ちょっとこう削り出しみたいな感じのこういうね質感で、デザインも結構かっこいいなと僕は思います。であとこれよく見ると見にくいですかね。ここに線ついてますよね。これが2分の1の線なんですね。こっちとこっちについてるこの線、これが2分の1のメモリになってるので、大さじ1杯の半分 7.5ml の計量もできます。これねほんと非常に使いやすいです。こう計量スプーンあるといいと思いますので、こちらもおすすめです。でこれが大さじで、僕はこちらの小さじも持っています。こちらですね。こちらが小さじ、柄の長い計量スプーンの小というものですね。これも柄が長くね非常に使いやすいです。調味料を取ってボウルで混ぜるときも、これだけ長さがあるとねもうボウルでそのまま混ぜるときにも使えるので、そういった使い方もできますのでね非常に使いやすいですね。計量スプーンはこの2本あればもういいんじゃないかなと僕は思います。はい、こうやって計量スプーンと、で続いてはこちら、はい、これシリコン菜箸ですね。菜箸です。で先端部分がシリコンになっているので滑りにくくて食材が非常につかみやすい菜箸です。で先端シリコン製なんですけど、この持ち手の部分ここはナイロン製になってますので、あと中に一応芯が入っているので非常に軽いけども丈夫です。先端シリコンで持ち手が軽くて丈夫ということでね非常に考えられて作られた商品になってますね。で長さもこれね結構長いですよね。30センチあるのでフライパンを使っていても手が熱くなることがないですし、あとこの先端のシリコンの部分、ここもね非常にフライパンへの当たりも柔らかいので非常に使いやすいです。この菜箸もねおすすめです。続いてはこちらですね。これ結構有名ですよね。めちゃくちゃ使えます。シリコン調理スプーンです。これでこのまま炒めてですくって盛り付けまでできてしまうというね万能スプーンなんですけども、これも先端がシリコンになっているんで、こんな感じでね先端の部分こことかねこうしなるんですよね。このしなりがあるのでフライパンの端の部分、隅っこの部分まで綺麗にすくい取ることができます。スープとか炒め物とかね汁物まで全部すくい取って盛り付けることができます。使ってみるとわかるんですけど、このね先端のカーブがねほんと絶妙なんですよね。非常にね取りやすい、すくいやすいです。で長さもそれなりにありますので、フライパンとか深鍋でもね使いやすいです。これね特におすすめです。でこちらが標準サイズなんですけども、これの小さいサイズっていうのもあって、こちらもねおすすめです。シリコン調理スプーンのスモールですね。もしかしたら一人暮らしの方なんかはこちらの方が使いやすいかもしれません。僕もねこっちの方が利用頻度高いんじゃないかなと思ってます。とてもね使いやすいです。大小比べてみるとこんな感じです。
さじの部分、これもね結構サイズ比較すると大きさ割と違いますよね。なので自炊するときどんなものを作るかによって大きい方か小さい方か選んでみてもいいと思います。両方持っちゃってもいいと思います。はい、今日紹介するのは全部概要欄リンク貼っておきますので、気になる方は概要欄からも商品リンクチェックしてみてください。はい、こちらがシリコン調理スプーンですね。大人気商品。続いて紹介するのはこちらです。こちらが深型ホットプレートという商品です。一人暮らしにはちょうどいい、持ってみると分かると思うんですけど、かなりコンパクトですよね。コンパクトサイズのホットプレートです。で、蓋がついてまして、でプレート部分こちら取り外せるんですけども、これぐらい深いんですよね。結構深いんですよね。5センチぐらいあるのかな。それなりにね深いです。で深いので、ここで炒め物を作ったり焼いたり煮たりレトルトパックを湯煎したりすることもできます。内側はねちゃんとフッ素樹脂加工されているのでこびりつきにくいし、お手入れもね非常に簡単です。もうさっと拭くだけで綺麗に保ってますね。例えば一人暮らしされてガスコンロが使いにくかったり一口しかないとかいう方にも、こちらだったらね拡張コンロとして使うことができると思いますのでおすすめですね。いいですよね。僕はね一人鍋最近作ることが多いんで、これをこのままテーブルに持ってきてここで鍋を作っていただいています。あとね焼肉とかもやるんですけど、あとステーキとかもやるんですけども、深いので油がね結構飛び散りにくいんですよね。なので一人で例えばこのテーブルの上で使うとかにはねこれ最適解なんじゃないかなと僕は思います。コンパクトさもね収納にも困らないっていうのもいいですよね。で熱加減はここのメーターがありますので、これでウォームとロー、ミッド、ハイ。ウォームっていうのはこれ保温ですね。こんな感じで切り替えて熱さ、熱加減を変えることができます。4段階変えられます。利用シーンもねなので多いんじゃないかなと思います。はい、こちらもおすすめですね。あとキッチンアイテム、最後はこちらです。キッチンタイマーです。これはダイヤル式のキッチンタイマーになっていて、この周りがこう回すともうこんな感じで今時間が増えてきましたね。こんな感じで回すだけで時間設定できて、でスタートとかしたらこんな感じでタイマーを開始することができます。このねダイヤルになってるのがね非常に使いやすいんですよね。料理をするときってパパッとタイマー設定したいけども、ボタン式だとピッピッピってね何回もボタンを押さないといけないし、例えば5分にしたくて 5.00 って押したいのに 5.000 って押しちゃって50分になっちゃって、また最初から打ち直しリセットして 5.00 って打つとかやり直しをしたりとかちょいちょいあったんですけども、これだったらダイヤルで微調整こんな感じでねできますので、一応10秒単位で動く感じですね。微調整できますので、これだったらね非常に使いやすいと思います。こちらね想像以上に使いやすいですね。でディスプレイもこんな感じで大きく見やすいし、もうほんと必要最小限のデータだけが出るようになってますので非常に見やすいです。でこれ後ろにマグネットがついているので冷蔵庫とかに取り付けたりすることももちろんできます。でタイマーの音もちょっと鳴らしてみますと、こんな音なんですけど、結構ね音柔らかくて優しい音だと思います。でもちゃんと聞こえる音なので、このタイマーがねうるさすぎるってこともないので非常に心地いい音なんじゃないかなと思います。あとちょっともう一回今タイマーセットしましたけども、こんな感じで指定した時間を過ぎると経過時間もね表示してくれるっていうね、これもいいですよね。なのでどれぐらい時間が過ぎちゃったかとか、あと1分だけ温めたいとかいう時とかはここからあと1分数えて、それはもう目視ですけどね1分ぐらいっていうのを見たりすれば1分間だけ超過加熱することができるって感じになりますので、そういった使い方もできる、こんなコンパクトでダイヤル式で非常に使いやすいキッチンタイマー、これもおすすめです。はい、キッチン系はこんな感じですかね。続いてお掃除アイテムいくつか紹介していきましょう。まずはこちらです。これも結構人気商品ですね。水からできたクリーナーアルカリ電解水です。これはスプレータイプの洗浄液なんですけども、無香料だしもう本当に吹きかけてみるとただの水みたいなんですけど、部屋中の汚れが簡単に落とせちゃう魔法の水です。キッチンとかレンジ周りの油汚れも簡単に落ちますし、フローリングや壁、クロスの汚れも落とせます。しつこい汚れでも吹きかけて少し置いてから拭き取ればしっかりね
落とせますし、本当に万能です。部屋中これ1本でいいんじゃないかなと思うぐらいにね、それぐらい万能な洗浄水ですね。アルカリ電解水の力すごいですね。でこれはボトル自体もスリムなので置き場所にも困らないし、あとね非常にこれ持ちやすいし、吹きかける時もね非常に押しやすいし、下に向けても噴射できるので、この辺りもね使いやすいですね。結構人気商品なので、見つけたら即ゲットしてみてください。はい、まずこちらが水からできたクリーナーアルカリ電解水です。で続いて紹介するのがこちら、水回りの汚れ用掃除シートです。開けたものがここにあるので、開けたもので説明しますけど、これはねキッチンペーパーのようにこんな感じで広げて1枚ずつ切り取れるシートなんですけども、触ってみると結構ゴワゴワしてるんですね。ゴワゴワしてるので、これで蛇口とかシンクの水垢とかコンロの焦げ付きなんかを拭き取ることができます。これ研磨剤一切入っていなくて、シート自体が結構ザラザラしてる、ゴワゴワしてる素材になっているので、これをね指先とかにこうやって巻きつけて、これでゴシゴシゴシとかやれば本当はね簡単に水回りの細かなところまで綺麗にできます。でブラシとかだと汚れを落とした後にブラシ自体をお手入れしたりしなきゃいけないとかあるんですけど、これだったらこれでねひたすら拭き終えたらシート自体を捨ててしまえばいいので、一枚一枚ね思う存分使うことができます。お手入れも不要ということですね。キッチンだけじゃなくて浴室や洗面台などね部屋のあちこちで活躍できます。こちらもねおすすめです。はい、これが水回りの汚れ用掃除シートです。これもおすすめです。で続いて紹介するのがこちらはセルロースシートという、こちらもお掃除用のシートですね。吸水速乾性に非常に優れたシートです。で実際これね使っているものというか濡れてるものがあるので、ちょっとこちらご覧いただければと思うんですけど、もともとは結構こういうパリパリな素材なんですけども、この1回濡らすと使用するとこんな感じでふにゃふにゃになります。キッチンが濡れた時にこれを使えば拭き残しもなくねさっと綺麗に水分をね拭き取ることができます。本当ね吸水力がすごいので、キッチンとかあと浴室なんかの拭き上げにもぴったりですね。あとは水垢を残したくないグラスを拭く時とか、そんな時にもね使えると思います。これ3枚セットで499円なので、非常にねコスパも高いです。もちろん使い捨てではなくて何回もね使うことができます。割と丈夫なので、使ったらすすいで乾かしてって使えばね割ともう1ヶ月ぐらいは使えるんじゃないかなと僕は思ってます。それぐらい使っちゃってます。これもね使い勝手いいですね。おすすめです。セルロースシートです。で続いてはこちら深型水切りネットです。これは排水口にかぶせるネットですね。1枚出してみようかな。はい、こういったネットなんですけども、ご覧いただくと分かると思うんですけど、かなりね目が細かいんですね。分かりますかね。結構目細かいんですよね。かなり目が細かいので、小さなゴミもねしっかりキャッチしてくれます。ただね目が細かいと水切れが悪くて、ここにね水が溜まってしまうという心配もあるんですけど、これね絶妙な細かさなのかね、水残りもねないですね。水が溜まったりすることもないです。あとこの縁の縫製ですね。ここの縁の部分の縫製、これもね結構丁寧に作られてるらしくて、取り出した時にね、さっきもそうですけど、取り出した時に他のネットと引っかかるってことがね全然ないんですよね。ほつれたり絡んだりすることがないような、ちゃんと縫製もしっかりできているので、取り出す時とかかぶせる時とかに糸がはみ出て絡んでしまうとかね、そういった細かなストレスからもね解放されます。非常にコスパも高くて、これ30枚入りで99円なので100均より1円安いですね。これもコスパ高くてねいいアイテムだと思います。こちら水切りネット、深型だと朝型もありますが、こちら深型です。おすすめです。続いてはこちら、トイレットペーパーの長巻きシングルです。250m の長さあります。でさらに芯がないコアレースタイプなので、最後の最後まで使うことができます。一般的な芯のあるトイレットペーパーだとだいたいこういったもの 60m ぐらいしかないらしいので、4倍ぐらい、250ですからね、250m という4倍ぐらいの長さになってるわけですね。でかといってこんな感じで大きいわけでもなくて、普通のトイレットペーパーぐらいのサイズですよね。収納時に場所を取らないというのも嬉しいですよね。でシングルで再生紙ですが、耐久性もね悪くなくて、巻き取ってる時にちぎれたりすることもないですし、非常にコンパクトで長く使えるので、非常用として常備しておいてもいいかもしれないですね。
はい、こちらのトイレットペーパー、これもおすすめです。で、続いてこちら、消臭機能付き繰り返し使える除湿剤です。こちら僕の部屋のあちこちで大活躍している除湿剤です。ちょっとあまりにもいいんでもう一袋買っちゃったんですけども、一人暮らしを始めると今まで家族と暮らしていた時は気づかなかったけど、水回りとかって何のケアもしていないとかなりジメジメしてカビ臭さもあったりしてなかなかね不快なんですよね。あれは家族がね除湿のケアとかしてくれてたのかなと思ってね、ありがたみを感じるとあると思いますけども、そんな感じで一人暮らし始めると結構ねカビとか湿度気になると思います。そんな時に役立つのがこちらの除湿剤ですね。湿気とか匂いが気になるところにこれを置いておくだけでカラッとしてくれて匂いも収まります。こちらは紙おむつとかに使われる吸湿消臭素材が使われているのでかなりね効果も高いです。シンクの下とかクローゼットとかあとシューズボックスとか靴の中とか直接入れてしまっても効果ありますので部屋中でね活躍してくれます。あとこんな感じでフックをかける穴もついているのでクローゼットの中のフックとかにそのままかけて使うこともできます。で除湿消臭効果が薄れてきたなと思ったら日陰干しをしてまた使えば3年ぐらいはね持つそうです。これもね10個入りで990円なのでね非常にコスパ高いと思います。こちらもおすすめです。続いて紹介するのはこちらフレグランスミストのおやすみブレンドです。香り系ですね。これもねとてもいい香りでいい香りですね。ベルガモットとかスイートオレンジなどをブレンドした香りなんですけど、寝る前に枕元にこれを一振りすると本当ね心地いい香りに包まれて寝られます。癖のない柔らかい香りなのでソファーとかで普段使いしてもいいと思います。一人暮らしを始めると、実用的なものを取り揃えることをどうしてもね最優先に考えてしまいがちなんですけど、こういった香り系のアイテム、こういうものをね用意すると気持ちからリラックスさせてくれて暮らしをね豊かにもしてくれるので、実はね僕重要なんじゃないかなとか思っています。でこちら値段も手頃なので、1690円ですけど、こういったフレグランス系にしてはね比較的コスパ高いんじゃないかなと思いますので、ぜひね手に取って使ってみてください。他の香りもあったと思うんですけど、僕はこのおやすみブレンド、これがねやっぱりおやすみブレンドっていうぐらいなので、寝る時にはこれを一振り、これおすすめです。これもねぜひ使ってみていただきたいですね。あとは収納アイテムも紹介していきましょう。まずはこちら、おなじみのやつですね。壁につけられる家具です。何もない壁にちょっとした棚を取り付けられる大人気アイテムです。小さなピンを石膏ボードに差し込んで使うので、壁の好きなところに設置することができます。でこんなシンプルな作りなのに耐荷重もね 3kg ありますので、うちはここにアンカーのプロジェクターを置いたりして使っています。サイズはこれが30センチ幅のもので、これの他に44センチ幅と88センチ幅のものがあります。色はこれがウォールナット素材を選んでまして、この他にも明るいオーク材とかライトグレーなんかもあります。壁にちょっとした置き場所を作りたい時に使えるので、ベッドサイドとかソファーの横とか壁とかキッチンとかにも使えるので、使い方次第でいろいろ活用できますよね。でネジが表に出ないタイプなので、すっきりしていて見た目もおしゃれなんでね、こちらもおすすめです。あと収納ケース3つまとめて紹介していきましょう。こちらの IKEA のベストというキャビネットの中をこのポリプロピレンケースで整理しています。奥行きと横幅がねぴったりだったので、これかなり気に入ってます。この大きいのがポリプロピレンケース引き出し式の深型というもので、縦長の引き出しが2つついているのがポリプロピレンケース引き出し式深型2個というもので、こちらはね仕切りもついているので好きな幅で仕切ることができます。あと書類なんかを入れるこの浅い横幅のある引き出しが PP 収納ケース引き出し式の小というものです。このキャビネットの中は3つのポリプロピレンケースを組み合わせて整理してます。こういったキャビネットとかクローゼットとか活用シーンもね非常に多いと思うのでね、これも使いやすいですね。スタックできて重ねて使えるっていうのがねまたいいですよね。で最後に紹介するのは防災グッズです。こちらです。いつものもしも備えるセットです。裏返しますとリストがついていまして、全15点の防災グッズがセットになったものになっています。軍手とか非常用トイレとか防寒シートとか、この中にね全部まとまっています。開けるとこんな感じで一式ね揃ってるんですけども、これ3年以上前に僕レビューをしているんですが、
今ねちょっとこれパッケージが変わったらしいんですけど、僕が購入したのはそのね3年ぐらい前に購入したもので、パッケージ変わったけど中身は多分同じです。幸いこの3年間でこちら出番はなかったんですけど、最近ねやっぱいつ何が起こるかわからないので、一人暮らしを始められた方はこういうのを1セット持っておくと安心だと思うので、こちらも備えておくことをお勧めします。詳しくは当時の動画を概要欄にリンク貼っておきますので、あとこの辺にもリンク出しておきますので、よかったらね見て参考にしてみてください。はい、そういったわけで最後はこちらのいつものもしも備えるセット防災グッズでした。はい、そういったわけで今日は新生活に買い揃えておくと便利な無印良品のおすすめアイテムを紹介しました。このチャンネルではこうした暮らしに役立つ情報もいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。とても気持ちよさそう。